東京町探検です。今回は北区十条にあった旧陸軍兵器工場の遺構を巡ります。造兵廠本部や赤レンガ倉庫、陸軍用地の境界表などをご紹介し、歴史をたどります。どうぞご覧ください。北区立中央公園稲荷プレイパークです。前回の動画のゴール地点である王子稲荷から7、8分歩いてきました。野球場などがある公園の中心部とは離れており、飛び地になっています。戦前はここ十条から板橋にかけての広大な土地に陸軍施設が数多くありました。空からの写真で見てみましょう。北区の中央部です。画面のもう少し上に赤羽駅があります。埼京線がここを走り、十条、板橋。こちらは京浜東北線です。東十条、王子の各駅です。蛇行して流れているのは石神井川です。緑色に見えるそれからここなどは小学校です。広さの比較としてこの広さを覚えておいてください。こちらは中学校です。ここも中学校です。そして十条の陸軍用地はこちら。隣接する滝野川や板橋地区にも広がっていました。さらに王子や西が丘にもありました。画面より上の赤羽方面にも。そして物資や人員を輸送する専用の鉄道がこれらの施設を結んでいました。これらの施設は小銃に使う弾薬を製造する工場でした。十条地区の陸軍施設は戦後はアメリカ軍に接収され、キャンプ王子となりました。やがて一部は返還されて自衛隊の駐屯地になり、1971年に北区と地域住民の長年の要望が実って全面返還されました。その跡地には公園、学校、病院などが作られています。柵の向こうは自衛隊の敷地ですが、この一角だけ公開されています。ここに陸軍時代の建物の一部が残されています。赤レンガで作られた建物の一部を活用したモニュメントです。元の建物は変圧所だったそうで、電気を絶縁する白い外紙が目立ちます。この建物の黄色い枠の部分を活用したようです。写真のような大規模な赤レンガ造りの建造物は明治後期から大正にかけて作られました。その数は50棟以上あったそうです。南へ向かいます。この辺りにも赤レンガの建物が立ち並んでいたはずです。その一棟がここでも保存活用されています。北区立中央図書館、通称赤レンガ図書館です。この建物は赤レンガ建築を補修した上で近代建築と融合させたものです。保存されているのは外壁だけではなく、中に入れば鉄骨の柱や屋根トラス、建造時のガラスやレンガなどが今も現役で使われています。館内は撮影禁止ですので、いただいたパンフレットの写真をご紹介します。歴史遺産を保存しながら最先端の設備を持つ施設として活用する画期的な事業だと思います。
図書館の側面に沿って歩きます。かなり長い建物であったことがわかります。図書館を出て団地の中を通り抜け、その南の端までやってきました。ここまでが陸軍用地でした。そのことを今に伝えるものが残っています。陸軍用地と書かれた境界表です。右手の高台が旧軍用地で、のり面の下に今も3本の境界表が残っています。こうした陸軍用地の境界表は都内には結構残っています。ただほとんどの場合は目立たない場所やあまり利用されていない土地の隅にあって邪魔にならないので放置されているというものです。しかしここは境界表のために擁壁の一部を切り取っており、明らかに残すという意思を持った設計です。担当者の判断に敬意を表します。擁壁に沿って進んでいきましょう。再び旧軍用地に登ります。この先には意外なものがあります。旧軍関係のものを予想されると思いますが、実は古墳の石室です。赤羽台第3号古墳石室。1400年ほど前に作られた横穴式石室です。発掘されたのはここではなく、赤羽の北、荒川を望む高台です。東北新幹線の工事に伴い発見されたそうです。他にも十数基の古墳や多数の縦穴住居跡が見つかっています。石室だけを切り取り、ここに移設したそうです。石室内には人骨の他に装身具と武器類が副葬品として収められていたそうです。その隣には陸軍重砲製造所のボイラーの一部が展示されています。東京芝浦製作所製、東芝ですね。こちらは煙突の銘板です。ロンドン&グラスゴーと読めます。イギリス製のようです。石室の前に戻り、さらに進むと、きれいな建物が見えます。これは東京第一陸軍造兵廠の本部だった建物で、昭和5年、1930年に建てられました。戦後、米軍に接収され、現在は北区立中央公園文化センターとして使われています。ベトナム戦争が激しかった頃、接収されていたキャンプ王子の中に、傷病兵を収容する王子野戦病院が建設されました。地域住民や学生らの反対運動が起こり、
アメリカ大統領の交代もあって、野戦病院は1年余りで閉鎖されました。そしてその2年後、接収されていた土地は日本に全面返還されました。はい。元は茶色の建物でしたが、接収後に白く塗られたそうです。石神井川に向かって歩いていくと、コンクリート造りの建造物があります。これは憲兵の詰所跡だと言われています。今歩いてきた道には軍用機動が走っており、その警護のために設けられたということです。しかし、詰所にしては狭く、窓も小さくて見張りには不向きです。動力室あるいは炊事場ではないかという説もあるようです。私の目にも可燃物置き場か機械室に見えます。今回の動画は石神井川に架かるここ滝野川橋で区切ります。最後までご覧いただきありがとうございました。次回は石神井川に沿って王子飛鳥山に向かいます。次の動画もぜひご覧ください。